って作られるんだろうな、歴史によってっていう気がするんですよね。最近旧エヴァを見て衝撃を受けました。当時社会現象になったのも納得でしたが、どれぐらいのレベルだったのでしょうか。大して社会現象になっていません。少し前の鬼滅の刃ぐらいですかね。当時まだ生まれてなかったので、エヴァがどう社会に使用されているのか、ひろゆきさんに影響を与えたのかお聞きしたいです。ですね、エヴァンゲリオンが、流れてる当時というのは、テレビ東京で、5時半かなんかにやってて、ほとんどみんな見てないんですよ。で、その時間って、5年3組がみんなでなんかロボットに乗って戦うみたいな、なんかその学園ものをよくやってるような枠で、その後それが終わると、NHK 教育テレビで、アレフっていう所ジョージさんが声優やってる、犬が喋るみたいな番組やってるみたいな状態で、別に夕方のアニメなんて、そもそも大人は見てないんですよ。今は、アニメで育った世代が大人になってもアニメを見るんですけど、エヴァンゲリオン全盛期だった1995年とかでいくと、残念ながら、96年か ?95 年だ。95年だと、大人がまずアニメを見るという文化はなく、で、子供のなんか高校生とかがアニメ見て、ふーんって言ってる状態で、別にそのテレビ東京でそういうアニメがあるんだ、ふーんっていうだけで、話題にもなりませんでした。ただ、エヴァンゲリオンを見た人たち同士で、あのアニメ面白いよねっていうふうに、アスダル白書面白いよねっていうふうに、ドラマを見た人が喋るように、そのエヴァンゲリオンを見た人とかが、エヴァンゲリオン面白いよねって言ったり、ちょうどその頃、ベルセルクが始まったりして、そのベルセルクって漫画面白いよねみたいなのを語るみたいなので、そのアニメ好きの中で会話がされるっていうぐらいのもので、別に社会現象みたいなものにはなっていませんでした、その時代は。これがね、2つの説があって、ビートルズが来日した時に、日本中がビートルズ旋風があったっていう説と、実際あの当時別にみんなビートルズ聞いてなかったよっていう説の2つを聞いてるんですよ、僕。で、今テレビの特集とかだと、なんかそのビートルズが、なんか羽田空港について、なんかファンが大騒ぎしてる絵があって、で、ビートルズのコンサートで、なんかすげえ大騒ぎっていう絵は残ってるので、なんか日本中がビートルズで騒いでたように見えるんですけど、ただ、その当時音楽が好きだった人に聞くと、いや、別にそこまで人気でもないし、そもそも洋楽って聞くやつあんまいなかったよっていう、要は洋楽を聴くという文化が日本にはあんまりありませんでしたと。ただ、韓流で、韓流スターが羽田空港に来ると、成田空港とかに来ると、おばちゃんが超集まって騒ぐっていうのが、15年前、20年前ぐらいそういうテレビの映像とかあったじゃないですか。でも、所詮集まってんのって100人とかで、実際韓流のドラマみんなが見てるかっていうと別に見てなくて、韓流好きな人が見て、韓流好きの濃い人が羽田とか、空港に行って騒いでヨン様って言ってるっていうぐらいじゃないですか。ビートルズも実はあのレベルだったんじゃないかなっていう説が割と僕の中で結構有力なんですよ。その当時、その音楽好きだった人曰く、いやだって洋楽なんてそんな聞かないもんって言われて、そうだよな。よくよく考えたらそうだよなっていう。例えばじゃあ、黒柳徹子さんとか、久米宏さんが司会をやっていたベスト10っていう音楽番組があったんですよ。で、視聴率すごい良くて、で、何が売れてるかっていうのが、10位が順番に出てくるって言うんですけど、僕が知る限り、あれで洋楽が入ったことないんですよ、ベスト10。要は松田聖子さんとか、やっぱり日本人は日本人の曲が好きで、洋楽聞くって概念ないよね。で、今ほど英語の歌詞なんて余計にわかんないから、だからやっぱああいう感じで、ブームって、多分作られるんだろうな、歴史によってっていう気がするんですよね。なので、エヴァンゲリオンも社会現象でもないんですけど、多分社会現象でその後映画が作られて、映画が出るたびに大人気でっていう感じのが多分語れるようになって、その1995年時代にエヴァンゲリオンが超人気だったみたいな風に、みんなが誤解するっていう風に歴史は作られるんじゃないかなと思います。プロデュース101という視聴者投票で11人の女性アイドルグループを作る番組を張ってるんですが、ひろきさんが投票するとしたらどんな声に投票したくなりますか？なりません。
歌の上手い子、ダンスの上手い子、IQ ある子なんなの、またグローバルに活躍するアイドルとして成功する子はどんな子だと思いますか？日本からグローバルに活躍するアイドルが出ることはないと思います。僕がそのアイドル事情を知らないだけかもしれないんですけど、基本的に日本のアイドルって、歌が上手くないし、踊れない子が可愛いから日本人から評価されてるっていうぐらいなんですよね。で、グローバルになると、別に可愛いかどうかというのは価値観によるので、要は日本人が可愛いと思う人と、他の国の人が可愛いと思うかどうかはやっぱ違うんですよ。じゃあその歌が上手いとか、踊りが上手いとかであれば、じゃあ見てみようかってなるんですけど、今のところ日本でその歌が上手いとか踊りが上手いというので、ちゃんと評価されてるグループっていうのは、アイドルにはほぼいないので、僕は知らないかもしれないですけど、なので、グローバルに活躍する子っていうのはいないと思います。っていう意味で、別になんか視聴者の投票とか、なんかスパチャとかで決めるっていうのじゃなくて、ちゃんと実力のある人たちを育てるっていうのをやるのであればいいんですけど、人気投票でしがちですよね。はい。で、人気投票でやると、実力のない子でも受かるので、要は可愛いと思う、応援したくなるような子っていうのが投票を受けてしまうので、なので、あんまり実力のある子、人が育たないという構造は良くないんじゃないかなと僕は思うんですけど、はい。広末涼子さんの文春法第2弾が出るか心配、文春は確実な情報を持ってるから不倫報道を流している。文春は基本的にはもう裁判上等っていうところなので、訴えられても勝てる証拠がある状態で記事を出します。なので基本的には裁判になっても勝てるよっていう状況じゃないから記事を出さないと思うので、なのでもうそれなりの証拠がある前提だと思います。で、大体文春に訴えてやるって言った人って、訴えてやるって言った後に、はい、この完璧な証拠実はありますで、第2弾が出てきて、余計に泥沼にはまるっていうパターンが多いので、なんで基本的に文春に言われたら、もう事実を認めて謝るっていう方が安全なんじゃないかなと思います。過去低賃金の新人アニメーター向け住居支援のクラファンで海外と国内合わせてトータル3000万くらい集めた実績があります。クラファンのノウハウは多少あるのですが、アニメで収益を上げるためにクラファン以外の方法がないか知りたいです。現在アニメーターが十分な制作で仕事できる仕組みを作りたいという企画をキャンパーで実施しています。よろしければご覧ください。これ僕前答えたと思うんですけど、結局高い金でアニメを買う人を作らないと高い給料出せないんですよ。なので、クラファンでなんか安い給料でも暮らせるような住居を作ったとしても、そういう人たちの給料低いよねっていうのは変わらないんですよ。なので、給料が高いアニメーターっていうのが自分の金で住居に住めるようにしなきゃ改善はしないので、なので、めちゃめちゃ高いアニメを作ってください。要はクラファンでどうこうじゃなくて、じゃあ俺がアニメ作るわ、3000万でアニメ作るから、お前らじゃあ100万ずつやるから作れみたいな。っていうので、要は、アニメーターに高い給料が払うアニメっていうのをちゃんと作った方がいいんじゃないかなと思います。